こんばんは、キリンです。皆さんは日本のニュースをよく見る方ですか？テレビとかインターネットのニュースで毎日様々な世界の出来事がね、伝えられています。で、そのニュースを聞いてると、世界の地理に関係する言葉もよく出てきますね。その場所はどこだろうとか、地図で見るとどのあたりだろうと思うこともあるかもしれません。で、今日はそのニュースでよく耳にする世界地図に関係する言葉を6つ紹介します。はい。日本語の勉強として日本のニュースをよく聞く人にとっては役に立つ内容かもしれませんので、最後まで聞いてもらえると嬉しいです。はい。じゃあ早速一つ目からいきましょう。はい。ではまず一つ目の単語は赤道です。赤道はどこにあるでしょう？赤道はこれですね。地球を北半球と南半球に分ける想像上の線です。地球の真ん中あたりをぐるっと一周している線ですね。赤道の近くはインドネシア、それからエクアドル、ブラジルなどがあります。この地域はね、一年中気温が高くて暑い気候が特徴ですけど、私はまだ赤道近くの国には行ったことがないんですけど、皆さんはどうですか？暑いですよね。はい。OK。じゃあこれは赤道と言います。じゃあ次二つ目。二つ目は北欧。北欧という言葉。これはこのあたりですね。北欧はヨーロッパの北にある地域のことです。スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、デンマーク、アイスランドもこの国を指しますね。北欧は福祉や教育制度が充実している地域としてよくニュースで紹介されていますね。自然も豊かで、オーロラを見ることができる場所ですよね。オーロラは一度人生でね、一回でもいいですから見てみたいですけど、うん。じゃあ次は三つ目。三つ目の言葉は国境です。国境はこの地図で見ると、ここにわかりやすいですよね。アメリカとカナダの国境。国と国の、境目のことですけど、地図で見ると国と国の間に線が引かれていますよね。その線が国境と言います。ニュースで国境に関する問題もよく報道されますけど、例えば、移民とか難民の問題、あとは国と国の関係がね、緊張している時など、この国境という言葉はよく耳にしますね。うん。そうですね。日本は島国ですから国境はありませんね。はい。国
やっぱりそうですね、移民問題のニュースとかになると、この言葉はよく聞きますね。OK。じゃあ次は、4つ目の言葉ですね。これは太平洋です。太平洋は、ここですね。世界で一番大きい海です。日本の東側に広がっていて、アジア、アメリカ、あとオセアニアなど多くの地域に囲まれていますね。ニュースだと台風の話、あとは海の環境問題で太平洋という言葉がよく出てきますけど、日本に住んでいる私たちにとってもとてもね、身近な海ですね。日本では、太平洋側地域っていう言葉もあるんです。太平洋側地域は天気が、良くて落ち着いていて、暖かいイメージがあるのでいいですね。静岡県とか、はい、神奈川県とか。じゃあ次は5つ目。5つ目は中東という言葉ですね。中東はここです。中東はアジアの西側にある地域を指す言葉ですね。サウジアラビア、イラン、イラク、イスラエルなどの国があります。中東は石油資源がとても豊富な地域として知られていて、世界のエネルギー問題と深く関係していますね。政治と、あと歴史の問題も多くて、ちょっとこの地域の出来事は、うん、戦争の報道もよくされますよね。はい。特に2026年、今年はこの中東という言葉はよく耳にすると思います。では、最後の言葉、南極ですね。南極はここですね。地球の一番南にある地域です。一年中寒くて氷に覆われていますね。南極は普通人は住んでいませんが、研究のためにいろんな国の人たちがこの南極で研究をしていますね。ニュースだと地球温暖化とか環境問題の話題で、南極という言葉よく聞きますね。南極もね、一度行ってみたいですよね。うん。なかなか行くのは難しいところですけど、はい。はい、こんな感じですかね。今日はニュースでよく聞く世界地図の言葉を6つ紹介しました。ニュースで聞くとき、こういう地理の言葉を知ってると、世界のどこで何が起きてるか、イメージがしやすいですね。もし時間があればね、世界地図を見ながらニュースを聞いてみるのもいいかもしれません。はい。では今日はここまでにしましょう。最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のビデオもお楽しみに。バイバイ。